頬骨と膨らみ、この2つを意識しながら斜め顔をモデリングしていきましょう。はい、夏森勝です。今回は顔のモデリング方法を解説していきます。最初は平面から顔をモデリングしていき、正面、後頭部、まつげ、眉毛、耳、瞳を作り、その後 UV 展開をして顔にペイントを塗った後にシェイプキーで瞬きを作るところまでやっていきます。モデリングの方法やコツ、UV 展開とは何か、テクスチャペイント、シェイプキーのことについてもいくつかポイントを解説しながら進めていこうと思います。またこの動画は下絵なしでモデリングしています。自分は様々な資料を見ながらモデリングするという方法でやっておりますので、あらかじめご了承ください。話す内容は以下の通りです。順番に解説していきます。では早速顔をモデリングしていきましょう。ブレンダーを最初に立ち上げると、ここに立方体やライトなどがありますが、これらは B キーで選択し、デリートキーで削除しましょう。次に点キーの位置を押してカメラを正面にします。シフト A を押してメッシュから平面を選択します。平面が横になっていますので回転させましょう。 R を押した後に X を押して90と数値を打つと X 軸に90度回転させることができます。次にこの平面を左右対称に動かせるようにしていきましょう。変身モードにし、コントロール R で縦半分にし、右クリックで適用します。その後左半分の頂点2つを選択。デリートキーから頂点を削除します。モディファイアを追加からミラーモディファイアを選択。右側を G キーで動かすと左側も同じ動きをするようになりました。ちなみにミラーモディファイアは原点を基準に反転しておりますので、ミラーがうまくいかない場合は原点の位置が原因の可能性があります。原点とはこのオレンジ色の点のことを言って、回転操作や大きさ調整、さらにミラーモディファイアによる反転の基準位置となります。オブジェクトモードでメッシュを動かすと原点もついていきますが、編集モードで動かすと原点は一切動きません。原点を戻したい場合、オブジェクトモードからオブジェクトを選択し、原点を設定から原点をジオメトリへ移動を選びます。すると原点がオブジェクトの真ん中へ戻りますので、これでミラーがうまくいくと思います。顔のモデリングに戻ります。ここは顔で言うと目の部分となりますので、右側の頂点を選択し、右へ引き伸ばします。調整は後でいくらでもできますので、ある程度顔だと分かる大きさになっていれば大丈夫です。次にコントロール R で辺を増やしていきます。先ほども出てきたこのコントロール R はループカットという機能のショートカットキーとなります。ループカットとは簡単に言うと、四角面をぐるりと囲むように辺を追加することです。例えば立方体にコントロール R を押すと、このように辺を回り込むように追加することができます。このループカットというのはよく使う機能ですので、ぜひ覚えましょう。ただこの機能の注意点として、四角面しかループカットが効かないということです。例えばこのように三角面がある面にコントロール R をしようとすると、三角面は無視され、四角面しかループカットができないということです。これも大事なポイントですので覚えておきましょう。平面にコントロール R を押してホイールを動かすことで複数追加することができますので、ここでは3つ追加しましょう。次に顎となる箇所を作っていきます。ミラーモディファイアからクリッピングをオンにします。これは頂点がミラーの反対側に行かずくっつけてくれる機能です。下側の端の頂点を E キーで下に押し出し、真ん中へ移動します。E キーとは頂点、辺、面を押し出すことでモデリング作業には必須となる機能の一つです。辺ができましたので、頂点2つを選択し、コントロール R で3つ頂点を追加します。ここからは真横から見たとき顎の形になるように調整していきます。3キーを押して真横にします。プロポーショナル編集をオンにし、減衰をシャープに変更します。これをオンにすることで変形させたい頂点の周辺も影響を受けるようになるので、より編集しやすくなります。顎先の頂点を選択し、Y を押して左へ移動させます。ホイールを動かすことで範囲を変えられますので、ある程度顎の形になるように調整していきます。ここも後で調整できますのでざっくりやりましょう。終わりましたら次は平面の真ん中の頂点を選択します。ここは後に眉間と鼻となる部分です。3キーで真横にし、左へ動かします。一旦選択を解除して鼻となる頂点を選択し、さらに左へ移動させます。顎先よりやや前に出ていれば大丈夫です。鼻と顎の頂点を選択し F キーでつなぎます。この辺りで少し調整し、顔のシルエットになるように調整していきます。だいたいこんな感じですね。終わりましたら平面をコントロール R で縦方向に3つ辺を追加します。おでことなる箇所はある程度丸くしていきたいので GY と押して頂点を動かして調整していきます。
それなりに丸くなりましたら、目となる部分を作成していきます。平面の真ん中の頂点を削除します。頂点が8つになりますので、これらをシフト・オルトで選択し、E キーで押し出し、S キーで小さくしていきます。ここからはある程度目の形になるように修正していきます。目の穴となる箇所へ周辺のメッシュが吸い込まれていくような形になるようにモデリングする感じです。こんな感じですね。少し顔の顎となる箇所を X 軸方向へ移動し修正します。終わりました。ここで鼻と顎のラインにコントロール R で頂点を3つ追加していきます。さらに鼻のラインとなる箇所にもコントロール R で1つ追加し、やや内側に寄せます。G キーで鼻の形になるように調整していきます。ここで下のラインの頂点を上に持っていき、この頂点を使って F キーで鼻を四角で埋めていきます。残った2つの頂点は顎のやや上あたりに移動させます。この2つの頂点と頬の頂点2つを選択し F キーで埋めていきます。次にコントロール R で辺を2つ追加し G キーで調整します。顎周りも F キーで面を埋めていきましょう。頂点が余る場合は M キーでマージしましょう。マージというのは頂点同士をくっつけることを言います。結合したい頂点を選び M キーを押すとどのように結合するかが出ますので、ここでは顎の方へ結合したいので最後に選択した頂点を選びます。こんな感じになりました。で、面を F キーで埋めていきます。次は口となる箇所を作っていきましょう。口の頂点はミラー側を含め10個で構成するという形です。真ん中の辺は削除し E キーで口周りの頂点を押し出し S キーで小さくしていきます。3キーで真横から見て調整していきます。さらに口周りをコントロール R で辺を1つ追加します。この辺は後に唇となる部分ですので、ある程度唇になるように G キーで動かして調整しましょう。終わりましたら、さらに内側にもコントロール R で辺を追加し、ここもざっくり形を整えましょう。口は喋ったりしてよく動く箇所ですので、頂点数はなるべく多めに取った方がいいです。こんな感じですね。形がおかしいので G キーでざっくり調整していきます。一方向だけを見て調整していると、別の角度から見たときおかしなことになっているのはよくあります。モデリングはいろんな角度から見て調整していくのが基本となりますので、たまに別方向から確認しながら作業していきましょう。これで正面顔が一通り終わりました。まだお面のような顔ですが、これで大丈夫です。ここからは白目と口の中をモデリングしていきます。3キーを押してカメラを真横にします。メッシュが見やすいように上のメニューから透過表示に切り替えましょう。目の中の頂点8つを選択し Y 軸方向に E キーで少し押し出しクリックで完了します。ここでもう一度 E キーを押して S キーで拡大 Y キーに移動します。クリックをしたらさらに E キーで押し出していきます。一旦7キーを押してカメラを真上にします。S キーを押して Y を選択し0と数値を打つことで平行にすることができます。ここで白目をグリッドフィルで埋めていきましょう。面を選択しグリッドフィルを選ぶことで埋めることができます。またオフセットの数字を選ぶことで形を変えることもできます。このように面を埋めるときはグリッドフィルというのが大変役立つ機能ですので、うまく使っていきましょう。ただ
奇数の頂点を埋めようとするとエラーが出てできないので、必ず偶数の頂点からグリッドフィルを選びましょう。次は口の中も作っていきます。やり方は白目と大体同じです。3キーで真横にし、口周りの頂点を選び、E キーで Y 軸方向に移動します。もう一度 E キーを押して S キーで Z 軸に拡大し Y 軸に移動します。7キーで真上にし S、Y、0で平行にします。ここもグリッドフィルと言いたいところですが、グリッドフィルはミラーには対応しておりませんので、ここは F キーで面を植えていきましょう。白目と口が終わりましたので、次は後頭部と首周りをモデリングしていきましょう。目尻あたりの頂点を4つ選択します。7キーで真上にし E キーで押し出していきます。ここのポイントとして後ろ側の辺が3つになるようにしていくことです。次に3キーでカメラを真横にし Shift-A で円を作成します。すると下にメニューが出てきますので、ここで頂点が32となっていますので8と入力しますと八角形の円が作成できます。この円は首となりますので付け根となる箇所に配置します。1キーを押して左半分の頂点を選択し削除すれば、このようにミラーがかかった円を作ることができます。 R から X の順番に押して首を少し傾けます。その後 E キーで押し出してクリック、もう一度 E キーを押して S キーで拡大していきます。こんな感じですね。次に後ろ側の頂点を選び F キーで面を2つ貼っていきます。終わりましたら次は顎の下も面を貼っていきます。辺が足りないので顎と後ろをカントロール R で増やしていきましょう。これで四角面で面を埋められますので、グリッドフィルあるいは E キーで頂点を押し出した後に F キーで埋めるなどをしていきましょう。次は頭のてっぺんを埋めていきます。頭の頂点をシフトオルトで選び E キーで上に押し出します。正面の頂点を4つ選択し、これを E キーで押し出します。ここは四角面で埋めていこうと思いますので、辺が4つ作れるように E キーを追加し、後ろ側を F キーで埋めていきます。側面も埋めていきましょう。あとは丸くなるように G キーで移動して調整していきましょう。一つ一つ動かすのが大変な場合はプロポーショナルをオンにし、減衰をスムーズにして調整しましょう。これで顔はだいたい出来上がりです。次は顔にサブディビジョンサービスを追加し、ある程度調整していきましょう。モディファイアからサブディビジョンサービスを追加します。これはメッシュの頂点を増やし、滑らかにしてくれるモディファイアとなります。ミラーとサブディビジョンサービスはキャラクターモデリングではほぼ必須と言っていいモディファイアとなります。ただこれだと編集ケージがモディファイアの形になっていないので、少し作業しづらい状態となっています。ここで4つのボタンの一番左を選択することで、編集ケージがモディファイアの形になり調整がしやすくなります。ほんの少しだけ G キーで動かして微調整していきます。この段階ではまだ本格的な修正をする必要はありません。ある程度顔になっていれば大丈夫です。面がデコボコしてますのでスムーズにしましょう。メッシュを A で全選択し、上のメニューから面を選び、スムーズシェードを選びますと、このように面を滑らかにすることができます。スムーズにしてみると、面の表示がおかしいところが出てきました。このように面がおかしくなっている場合は、頂点が重複しているか、面の向きが反対になっている証拠です。頂点の重複とは、頂点が同じところに2つ位置を重なっている状態のことを言います。まずメッシュを A で全選択します。上のメニューのメッシュからクリーンアップを選び、距離でマージをすることで重複した頂点を結合してくれるためすぐ直せます。次に面の向きですが、メッシュを編集しているとたまに面の向きがバラバラになってしまうことが起きます。オーバーレイから面の向きにチェックを入れて確認しましょう。するとこのように青と赤で分けられています。青は外側で赤は内側となります。ここでは外側に統一したいので、面を A で全選択、
次に Alt+N を入力しますと、どのように面を揃えるかが選べるメニューが出てきますので、ここでは面の向きを外側に揃えるを選びましょう。するとこのように全てが青くなりましたので成功です。この面の向きはすごく大事で、ここがばらけているとテクスチャーの表示もおかしくなるので注意しましょう。ここからは顔の修正作業となります。自分は資料を見ながらモデリングしていますので、モデリングしている最中も資料を結構見ています。様々な 3D モデルの資料やイラスト、写真などを参考にしながら作業する感じです。ちなみに顔をモデリングするとき、カメラの焦点距離を変えることをお勧めします。ビューをクリックすると焦点距離が50になっていますので、これを100に設定します。するとこのようにカメラが望遠になりますので、顔の調整がしやすくなります。基本的に顔の調整は焦点距離が100から80ぐらいでやるのがちょうどいいと言われてます。顔にパーツがついた状態でやると、どう変形しても可愛くならないという現象が起きてしまい、作業が進まなくなるんですね。なので顔は100でモデリングしましょう。ただ、最後まで100でやるのではなく、たまに50ぐらいで再確認することをお勧めします。一旦ここまでにしましょうか。まだまだ可愛い顔には程遠いですが、あまりここでこだわりすぎると先へ進みません。というのも、最初から完璧な顔にしようとこだわりすぎると、モデリングが完成しなくなるからです。一箇所のクオリティを極端に上げると、他のところも同じクオリティにしようとやたら時間かけてしまい、もういいやと投げ出してしまう原因になりやすいからです。モデリングで大事なのは、最初はざっくり、その後じっくり作り込むという順番です。これはモデリングを最後まで完成させる上で大事なコツとなりますので、ぜひ覚えましょう。顔が終わりましたので、まつげをモデリングしましょう。一旦制作した顔をオブジェクトの選択から外します。シフト A で立方体を作成。ここでトランスフォームから変データというのがありますので、その下に平均クリースというのがあります。この平均クリースというのは、サブディビジョンサーフェスを使用した時に滑らかにしたくない辺をそのままにできる機能です。例えばこの立方体の面にクリースを1と入力します。次にサブディビジョンサーフェスを追加します。するとクリースをかけたとこだけがくっきりします。つまりクリースを入れた辺はサブディビジョンサーフェスの影響を受けなくすることができるということです。このクリースもモデリングでよく使いますので、ぜひ覚えましょう。話を戻しますが、この立方体を A で全選択し、平均クリースを1に設定します。次に Ctrl+R で辺を縦方向に5つ追加します。まつげの辺の面をシフトで選択し、M キーで中心2を選び、マージします。反対側も同じことをします。立方体を A キーで選び、RX と打ち、45と入力して回転させます。ここでサブディビジョンサーフェイスを追加します。その後、もう一度立方体を A キーで選び、SX と打ち、X 方向に引き伸ばしましょう。こんな感じですね。かなり大きいので S で小さくします。顔を一旦非表示にしましょうか。アウトライナーの目を選択すると顔を非表示にすることができます。まつげに戻りますが、次に右から2番目の辺を選択し、クリースをかけます。ここはまつげで言うと目尻になりますので、この引き伸ばした立方体をプロポーショナルをオンにした状態で G キーで動かし、まつげの形になるように調整していきましょう。こんな感じですね。まつげも面をスムーズにしたいので、A キーで選択、面からスムーズシェーダーを選びます。終わりましたら顔にくっつけましょう。顔を表示してまつげを合わせていきましょう。あとはミラーを追加すれば、まつげのベースとなる部分は完成しました。ここからまつげのボリュームを増やしていきましょう。面を選択し、Shift D を選ぶと、
このように面を複製することができます。この面を使ってまつげをより魅力的にしていきましょう。先を細くしたいので先の頂点を選び S を押して0と入力します。プロポーショナルでやると動かしたくないところまで動いてしまいますので、減衰から接続のみにチェックを入れましょう。一つできましたらもう一つ作りたいので、同じく Shift+D で複製し G キーで地道に調整していきます。目尻あたりはこんな感じですね。目頭あたりにも少しだけ細いまつげを入れましょう。こんな感じですね。顔を少しだけ修正します。サブディビジョンサーフェイスの数字が1になっていますが、もう少し滑らかにしたいので2にしましょうか。次は眉毛をモデリングしましょう。まつげの上側を面で選択し Shift+D で複製しましょう。この面を上に持っていき眉毛の形になるようにモデリングします。これで眉毛も完成しました。ついでにまつげの上にも線を追加しましょう。次は耳をモデリングしていきましょう。この幅の面を2つ選択し E キーで横に押し出します。耳の大きさくらい押し出したら、次はコントロール R で辺を2つ増やし、1つは根元側に移動します。もう1つは耳の形になるように調整していきます。耳タブを作っていきましょう。側面の辺4つを選び、右クリックから細分化を選択します。すると辺の真ん中に頂点と辺を追加することができますので、次は辺の真ん中の頂点と耳の根元の頂点をマージします。その後、下側を耳タブになるように調整します。さらに真ん中の辺4つも細分化し、耳になるように変形させます。こんな感じですね。次に耳タブ以外の面をシフトで選択します。ここで I キーを押すと、このように面を挿入することができますので、奥へと押し出します。さらに I キーを押して、より耳の形になるように調整していきます。ある程度形になりましたら、次はジジュを制作します。E キーで押し出して形を整えていきます。さらにコントロール R で辺を増やし、よりジジュっぽくなるように作ります。ジジュが終わりましたら耳の形を調整します。こんな感じですね。次に目をモデリングします。一旦顔とまつげは非表示にし、新たにオブジェクトを追加します。Shift+A で円を追加。下のメニューから頂点を8にし、R を押して X90 と打ち、SZ で Z 軸方向に引き伸ばします。その後、内側を E キーで押し出します。さらに E キーで押し出して、ここはグリッドフィルで面を埋めていきます。次にモディファイアからサブディビジョンサーフェスを追加し、目の頂点をやや前に突き出しましょう。その後、裏側もグリッドフィルで埋めましょう。こんな感じですね。終わりましたら、編集モードで目の中へ配置、大きさを調整。
モディファイアからミラーを追加します。このままですと横から見たとき目が平べったすぎますので、やや外側に GK で傾けましょう。こんな感じですね。一通り顔が完成しましたので、ここからは顔をひたすら修正する時間となります。では、ここから修正なのですが、その際どういったことに気をつければいいのかを2つ解説します。まず1つ目はいろんな角度から確認することです。正面だけ、真横だけ修正していると、斜め、俯瞰、煽りなどの角度から見たときに形状が破綻しているというのはよくあることです。3D モデルというのはいろんな角度から見られますので、そういったことを想定しながら修正する必要があります。2つ目は斜め顔が一番大事ということです。実は 3D モデルで一番見られる角度は正面でも真横でもなく斜め顔だと言われています。そのため顔で本当に力を入れる箇所は斜め顔なんですね。もちろん正面も真横も大事ですのでバランスを考える必要はあります。ではどうやって斜め顔を整えればいいのかと言いますと、それは頬骨と膨らみを意識しながらモデリングするということです。頬骨はだいたい45度ぐらいの角度で、ここは頬骨を強調して顔の輪郭をしっかりさせる箇所です。ここが適当だといびつな顔ができてしまいますので丁寧に修正しましょう。もう一つは膨らみで、ここは20度ぐらいの角度で確認することができます。主に頬の柔らかな膨らみを強調する箇所となり、キャラクターの可愛さに直結する箇所でもあります。なので実は一番力を入れるところでもあるんですね。この膨らみがデコボコしていると顔がゴツゴツとしてしまうので、しっかり柔らかい感じにしていきましょう。斜め顔はこの頬骨と膨らみの完成度で全てが決まると言っても過言ではありませんので、ぜひ意識しながら修正していきましょう。オブジェクトプロパティのビューポート表示のワイヤーフレームをオンにすると、オブジェクトを押した時にこのように辺が表示されるようになりますので、より作業がしやすくなるかと思います。さらにサブディビジョンサーフェスの最適化表示をオフにすることで、より細かく面が表示されるようになります。あとはひたすら資料などを見ながらの調整となります。顔は一番よく見られる箇所なので、違和感のある箇所があるとすぐに分かってしまいます。なのでその違和感にどれだけ気づけるかが大事となります。違和感に気づくポイントとして、一旦ブレンダーから離れてもう一度確認するというのがあります。もっと短時間で気づきたい場合は資料と照らし合わせるのがいいと思います。最終的には経験などの直感で分かってくるとは思いますが、そこに至るまで時間がかかるのも事実です。自分もまだまだで違和感に気づかないことが何度もあります。とにかく何度もモデリングしてこの直感を研ぎ澄ませつつ、違和感のある箇所をすぐ直せるようにしたいですね。完成しました。だいたいこんな感じです。次は UV 展開からのテクスチャーペイント、さらにシェイプキーを解説していきますが、その前に一旦休憩を挟みましょう。次は UV 展開と言いたいところですが、その前にそもそも UV 展開とは何かということを先に話しておきます。簡単に言うと3次元を2次元にする作業です。テクスチャを貼るには3次元を2次元に展開する必要がありまして、その作業のことを UV 展開と言います。例えばここに球体があったとします。
その球体にハサミを入れてテーブルに平べったく広げます。その平らになった球体に絵を描くことで、絵が描かれた球体を作ることができるという感じです。そう考えると別に難しい意味は何もなくて、遊び感覚で楽しめる作業なんですね。ちなみに UV の U はテクスチャーの横座標で、 V は縦座標を表します。そして 3D モデルを展開するにはシームという切れ目を入れる必要があります。要はどこにハサミを入れて平らにするかと考えるのが UV 展開なんですね。場合によっては入れなくても大丈夫なことがあります。またこの展開された図のことを島のような見た目から島アイランドと呼ばれています。 UV 展開を何の予備知識なしで始めようとするとわからないことが多くて苦労するかもしれません。なのでここではその苦労をなるべくしないように UV 展開する上で大事なポイントをいくつか解説していこうと思います。それでは手順を解説します。まず上のメニューから UV エディティングというのがありますので、これをクリックします。すると UV 展開のメニューが出てきます。左が2次元となる画面で、ここに展開された図が入ります。試しに球体を UV 展開していきましょう。一旦顔は非表示にし、Shift A から UV キーを追加します。編集モードにし、展開したい辺を Shift Alt で選択します。次に切れ目となるシームを入れます。上のメニューから辺を選択し、シームをマークを選択します。するとこのように辺が赤く表示されます。これでシームを入れることができました。消したい場合はシームを選択し、シームをクリアを入れましょう。あとはメッシュを A で全選択し、U を押して展開を押すだけです。すると左の図に切れ目を基準に UV 展開することができました。これが UV 展開の基本となります。次にシームは一体どこに入れればいいのかということを解説します。結論から言いますと、入れるポイントは主に3つあります。目立ちにくい箇所、強く曲がっている箇所、表と裏で分けることができる箇所です。まず切れ目が目立ちにくい箇所にシームを必ず入れましょう。というのも、顔の正面などよく見られる箇所にシームを入れてしまうと、Unity など他の環境に持っていった時にかなり目立つことがあるからなんですね。では目立たない箇所とはどういうとこかと言いますと、例えば顔であれば肌と白目の間、口と口内の間、耳の付け根、顔の側面などです。そしてこれらは強く曲がっている箇所だったり、表と裏で分けることができる箇所でもあります。体であれば服の縫い目をイメージするように表と裏を分けてシームを入れる感じになります。なのでこの3つをポイントにシームを入れれば大体は大丈夫です。試しに先ほどモデリングした顔にシームを入れましょう。まずは表と裏を分けるように側面にシームを入れます。シームがデコボコしそうなので頂点をマージするなどして少し調整しましょう。次に強く曲がっている箇所にシームを入れます。例えば耳の付け根、目の周り、口の周りとなります。目は白目と肌とはっきり分けたいので、目の周辺にクリースを入れて少しだけ調整します。で、ここにシームを入れます。口にもシームを入れます。後で口に線を入れますので、やや外側に入れるといいかと思います。耳はこのままだとうまく展開しないのですが、一旦 UV 展開しましょう。こんな感じになりました。やはり耳の展開がうまくいってないようです。この場合はシームの入れ方を変える必要があります。耳にシームを入れるコツとして端4つに入れることです。こうすることでパカッと開くことができます。このように入れてもう一度展開しましょう。こんな感じですね。ちなみに面がデコボコしているのはサブディビジョンサーフェスをかけながら展開したからです。つまりサブディビなしの面を展開した図が左側に表示されています。この状態でテクスチャーを貼ることはできなくはないですが、テクスチャーが貼りづらい、ペイントもしづらいのでおすすめしません。なのでペイントの段階に入るとモディファイアも一通り適用する必要があります。というわけでミラー、サブディビジョンサーフェスの順番に適用しましょう。それでもう一度展開するとこのようになります。次にまつげ、眉毛、目も展開しましょう。これらのミラーとサブディビジョンサーフェスを適用します。基本的にこの3つは一方向にしか見られませんので、1キーを押して真正面にし、まつげと眉毛のみを編集モードで選び、U を押してビューから投影を選びましょう。これで正面から展開することに成功しました。
目も同じようにビューから投影しましょう。その後これらを全て編集モードで選び、左の四角に入りきるように調整していく必要があります。L キーを押すことでそれぞれの図を選択することができますので、 S キーで大きさを調整したり G キーで位置調整しましょう。ここに入る図が大きければ大きいほど解像度が高くなり、逆に小さいほど低くなります。展開図の大きさをどれぐらいにするかの判断ですが、正面顔などよく見られるところはなるべく大きくし、逆にあまり見られないところは小さくするのがベストです。基本的に口の中はそこまで見られない部分なので、多少小さくても大丈夫です。ここの作業の注意点として、図と図は重ならないことです。もし重なってしまうと、別々の図に同じテクスチャが塗られてしまい、おかしなことになるからです。ですので、もし重なっている箇所を調べたい場合は、選択から重複部分を選択を選びましょう。すると重なっているところが表示されるのでわかるかと思いますので、 G キーで調整していきましょう。ビューから投影した図はこのままで問題ありません。だいたいこんな感じです。これで UV 展開が終わりました。ちなみに顔の後ろにシームを入れると、このように顔一つにまとめて展開することもできます。UV 展開が終わりましたら、次はテクスチャーペイントとなります。テクスチャーペイントとは、ブレンダー内で直接 3D モデルにペイントできる機能です。ここに入る前に必ずチェックすることが2つあります。造形が完成していること、UV 展開が完成していることです。ペイント作業に入ってからポリゴンの編集が非常に難しくなります。多少頂点を動かすくらいの調整なら問題ありませんが、頂点を増やしたり減らしたりするとなると、当然ペイントもそれに合わせて歪むことになりますので、 UV 展開含めてやり直しとなります。なので、もし造形にまだ納得がいってないのであれば、安易にペイントは始めない方がいいのです。この動画では顔だけ造形してペイントを塗るという解説となっていますが、本当は顔、体、手、足、髪の毛、服、小道具などをモデリングし、納得いくまで調整、そこから UV 展開してテクスチャーペイントするのが基本的な流れとなります。今回は顔の造形がテーマですので、顔を中心に話を進めていきます。まずはペイントの準備をします。テクスチャーペイントモードに入るには、上のメニューからテクスチャーペイントを選択します。すると画面が2つ表示されます。左側が 2D の画面で、右側が 3D の画面となります。基本的にこの2つの画面を駆使してペイントしていきます。早速ペイントと言いたいところですが、このままですといきなり塗ることはできません。このようにクリックしても塗ることができないんですね。なぜならテクスチャーとマテリアルの2つが作成されていないからです。マテリアルがないオブジェクトはこのように紫色となります。ですので、このオブジェクトにテクスチャーとマテリアルの2つを作成しましょう。右にテクスチャースロットというのがありますので、ここのプラスボタンを押します。するとメニューが出てきますので、ベースカラーを選択します。設定画面が出てくるので、名前を顔にし、画像のサイズを変えましょう。ちなみにサイズは 2048×2048 が安定していますので、今回はこれでいきましょう。終わりましたら OK をクリック。あとは画像エディター画面の上にある左の図から先ほど作成したテクスチャーを選択すれば、ペイントを塗ることができるようになりました。試しに塗ってみましょう。うまくいってますね。現在肌が真っ黒なので肌色に変えていきましょう。まず左のメニューからフィルというのがありますのでクリックします。これは1回押すだけで指定した色で塗りつぶすことができる機能となります。右のブラシ設定から色を肌色にします。そして真っ黒な下地をクリックすると、このように全て肌色にできました。ここでテクスチャーの色を確認したいので、マテリアルプレビューを押してみましょう。なんか色が薄暗い感じです。これはなぜかと言いますと、ブレンダーは初期の設定では出力の色がフィルミックになっているからなんです。これをもっと明るく鮮やかにするには、出力時の設定を変える必要があります。レンダープロパティからカラーマネジメントをクリック。ここのビュー変換でレンダリング時の色味を変えることができます。ここは初期ではフィルミックになっていますので、標準にします。するとこのようにレンダリング時の調整が一切行われない状態となり、色鮮やかな色味を表現することができます。テクスチャーペイントは標準で行うのが基本となります。これで少し明るくなりました。ただ、マテリアルプレビューは影が出てしまいますので、レンダープレビューでさらにはっきり映したいので、レンダープレビューにしましょう。真っ暗ですね。これはオブジェクトがプリンシブル PSDF の影響をもろに受けてて、それでワールドの暗さに合わせて真っ黒になっているんですね。
なのでシェーディングタブを選択。顔のマテリアルを見るとプリンシブル PSDF というのがつながっています。テクスチャーの色味をそのまま確認したいので、テクスチャー画像をマテリアル出力につなげます。するとワールドの影響を受けずにテクスチャーの色がそのまま映し出されました。プリンシブル BSDF はデリートキーで削除しましょう。これでテクスチャーを作る準備ができました。では早速顔を塗っていきます。まずは影から塗っていきましょうか。顔の影は基本的に髪で隠れる部分や顎の下、首周りを塗る感じです。ほんの少しだけ色味を落とし、左のメニューからドローに変え塗っていきましょう。その前に少しだけ作業しやすくするための準備をします。上のメニューから X を選択します。これをすることでこのようにミラーがかかった状態でペイントができます。ただ右の 3D ビューしかミラーができませんので注意です。またビューポート表示からワイヤーフレームにチェックを入れて塗っていった方がやりやすいです。普段はペンタブで描くのですが、今回はマウスで描いていきます。マウス操作だけで十分テクスチャーを描くことはできます。ちなみに F キーを押すとブラシサイズの調整ができますので、このショートカットキーはぜひ覚えましょう。またテクスチャーペイントには消しゴムツールがないので、消したい場合は下地の色を S キーでスポイトし消していく必要があります。境界をぼかしたい場合は左のメニューからぼかしとにじみを使います。ぼかしはそのままの意味で境界をぼかしてくれて、にじみはドラッグすると指でこするようににじましてくれます。この2つを駆使しながらグラデーションを作っていきます。こんな感じですね。さて、ここからテクスチャーに関して大事な話をします。それはブレンダーを保存してもテクスチャーは保存されないということです。どうしてって思ったかもしれません。ペイントというのはブレンダー内だけでなく、例えば Photoshop や SAI など外部のソフトを使って描きたいということがあります。それでテクスチャーを画像として保存したいという理由で、ブレンダーとテクスチャーは別々になっているのです。なのでテクスチャーを保存したい場合は、この画像すべて保存をクリックする必要があります。ブレンダーが突然落ちて作業時間がロスするというのは結構あります。必ずテクスチャーとブレンダーはこまめに保存しましょう。顔のペイントに戻ります。一旦カラーを保存したいので、カラーパレットを選択し、ニューを押します。するとカラーパレットデータが出てきますので、プラスを押しましょう。これでカラーの保存ができました。同じく影も保存しましょう。あとはクリックすることでいつでも取り出せるようになります。消したい場合はマイナスボタンを押すだけです。では唇を描いていきます。カラーから薄いピンクを選び、下唇を塗っていきます。だいたいこんな感じですね。次は口の線を描きましょう。カラーから濃いめの茶色を選択します。書く場所は異なります。そのまま書いてもいいのですが、少し作業を楽にするためにブラシのストロークを変えましょう。右のメニューからストロークを選びます。上のストロークからどういうブラシで書くか決められますので、ここではラインを選びましょう。ラインというのはその名の通りブラシをまっすぐ描くことができます。クリックすることでどのぐらいラインを引くかが決められ、もう一度クリックすると描くことができます。このブラシを使って左の図から口周りの線の上になぞってラインを引きます。できました。3D で見ますと口周りにしっかり線が乗っかっています。先ほど画像サイズを 2048×2048 にした方がいいと言ったのはこれが理由です。もしこれより小さいとこの口の線を塗るときジャギーとなって汚くなるんですね。とは言ってもかなり近くで見るとこのサイズでもジャギーはあるので、もっと大きめに設定した方がいいかもしれません。なのでテクスチャーペイントをするとき画像サイズはなるべく大きめに設定しましょう。これで口は終わりです。ついでに鼻にも線を入れましょう。次は頬の赤らみを表現します。柔らかめの赤を選び 3D ビューから左右対称の状態で塗っていきます。
ストロークタイプをスペースに戻し、頬に塗っていきます。白目の中にも入っていますが、後で塗りつぶすので問題ありません。ぼかし用にじみを使ってグラデがかかっているように表現します。強さも調整してさらにぼかしていきましょう。こんな感じですね。ここに小さな白丸を入れると、このように唇と頬にツヤが出ます。さて、そろそろ目のペイントを始めたいと思います。まずは目を選択します。マテリアルが何も設定されていませんので、顔テクスチャのマテリアルを選びます。ここに目を塗っていきます。まずはベースとなる色を塗っていきます。次にメインの色となる箇所を明るく塗っていきます。その後真ん中に瞳孔を描いていきます。ハイライトも塗っていきましょう。こんな感じですね。で、今気づいたのですが、白目と口の中を描いていなかったので、次は白目と口の中をペイントします。これは普通に塗っていけばいいので簡単です。白目は白で、口の中は暖色系で塗っていきます。白目についてですが、目の上に影があるとイラストっぽい作風が作れます。寒色系の色を使って上に塗っていきましょう。こんな感じですね。次はまつげと眉毛をペイントしていきます。基本的に同じ色を使っていけば大体は問題ございません。ここでまつげを魅力的にするコツを紹介します。それは左右にグラデを入れることです。これは早字のイラストにもよく使われている手法ですので、覚えておくといいです。あとは微調整です。頂点を多少動かすくらいでしたら、テクスチャはそこまで歪まないので問題がありません。一旦ここまでにしましょうか。以上がペイントテクスチャの解説でした。次にシェイプキーについて解説していきます。シェイプキーとはオリジナルメッシュをもとに変形できる機能で、主に顔の表情や筋肉の動きなどに使います。他のソフトではモーフやブレンドシェイプと呼ばれたりしています。要は表情が作れちゃうすごい機能と考えれば大丈夫です。作業しやすくするためにまつげや目などのオブジェクトは全て Ctrl+J で結合します。では早速シェイプキーを使って瞬きを作ってみましょう。プロパティを選択し、シェイプキーという項目がありますので、ここで操作をしていきます。プラスを押すことでシェイプキーを作成し、マイナスを押すことで削除します。初回の追加だと、ベースというオリジナルのメッシュデータが追加されますので、もう一度押すことでキー1というのが追加されます。次に目的のシェイプキーをクリックし、編集モードで変形することができます。例えばこのように変形させたとします。一旦ベースに戻ります。ここの数字を左右にドラッグすると、このように変形することができるのですね。これがシェイプキーの基本的な操作となります。それでは瞬きを作りましょう。このキー1は一旦削除して、新しくシェイプキーを作成します。名前は瞬きにします。編集モードにし、まつげを L キーで選択し、H キーで表示にしましょう。次にまぶたの上側の頂点を下げていきましょう。一通り終わりましたら、次は下側も同じように合わせていきましょう。こんな感じですね。ここでまつげを Alt-H で表示させます。その後、プロポーショナルをオンにして、閉じた目に合わせて調整していきます。目尻側のまつげは内側に入れて、さらに形を整えましょう。はい、瞬きの完成です。ついでにウィンクも作りましょう。瞬きをクリックして1にし、右のオプションから新規シェイプをミックスから作成を選びます。すると瞬きのシェイプキーが複製できます。次に透過表示にして、左側を B キーで選択、上のメニューの頂点のシェイプキーからブレンドを選択します。下にメニューが出てきますので、シェイプはベースにし、追加のチェックを外します。すると左側のみベースがブレンドされ、ウィンクを作ることができます。これで瞬きは終わりですが、ついでにシェイプキーに関する注意を話します。それは
ベースを編集するとシェイプキーは崩壊するということです。シェイプキーというのは頂点の移動情報を保存しているので、例えばベースの頂点がこのようにずれると、その頂点に設定されたシェイプキーも同じようにずれてしまうんですね。なのでシェイプキーの作業はしっかりメッシュを完成させてからにするということです。先ほどテクスチャーペイントでは頂点を増やしたり削除したりすることはできませんが、頂点を少しだけ移動させるぐらいなら問題ないと言いましたが、シェイプキーの場合は移動すら許されないということです。そのためシェイプキーはモデリングの最終段階ということを覚えましょう。とは言ってもシェイプキーを作った段階でやっぱここ修正したいといったことはたまにあります。その場合はシェイプキーからブレンドを使って修正したりしています。いかがだったでしょうか。顔を平面からモデリングし、UV 展開、テクスチャーペイント、シェイプキーも交えながらの解説となりました。今回は顔を中心に話してきましたが、過去の動画で人体を一からモデリングしながら解説した動画がありますので、もしご興味がありましたらご視聴していただけると大変嬉しいです。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。